こんにちは。今、世界中でヒューマノイドロボットの量産競争がものすごい勢いで進んでいますよね。例えば、2026年1月に予定されるボストンダイナミクスのアトラス製品版開始のニュースなんかを見ると、つい日本は出遅れてるんじゃないかって焦ってしまいがちです。でもちょっと待ってください。日本の製造業が本当に目を向けるべきなのは何台作れるかなんでしょうか。いえ、違います。私たちがフォーカスすべきは自社の現場にどう実装するかなんです。今回の解説では日本の現場でヒューマノイド導入を成功に導くための5つの絶対条件を紐解いていきますよ。よく海外の派手なデモ映像とかものすごい生産台数のニュースを見ておーってなりますけど、あれ私たちの実際の現場ですぐに使えるかっていうとちょっと違いますよね。日本の工場で本当に試されるのは多品種少量生産という複雑で泥臭い現実の中でいかにラインを止めずにシームレスに動かし続けられるかなんです。安全に組み込んでしっかり保全して既存の設備でずっと稼働させる。これこそが日本の求める実装力です。では早速いきましょう。条件その1、工程から選ぶ。いきなり工場丸ごと自動化なんて考えなくていいんです。ここでぜひ覚えておいていただきたい方程式があります。労働力不足、プラス成果が測定可能、そして安全にやり直せる。この3つが揃った工程こそが最初の導入にベストな候補なんですね。経済産業省のガイドラインでも言われているんですが、最初から100点満点を狙う必要はありません。例えば部品の供給みたいに経済効果がはっきりしていて、もしロボットがちょっと失敗してもライン全体がストップすることなく、パッと安全にリトライできる。そういう作業から始めるのが成功の秘訣です。続いて条件その2、迷わない現場作り。いくら人間みたいな形をしたロボットでも、現場環境の改善は絶対にマストなんです。改善前の現場って毎回部品の置き場所が微妙に違ったり、熟練の職人さんの勘に頼って回している部分が結構ありますよね。でもロボットだけをそこにポンと置いても当然あれって混乱しちゃいます。大事なのは容器とか棚、床のレイアウト、バーコードなんかを徹底的に標準化して、こういう状態になったら異常だよという条件をクリアにしておくことなんです。短い段取り替えの時でもロボットが迷子にならないように、まずは人間側が現場のルールを整えてあげる。これが大前提になります。どんどん行きましょう。条件3と4。ここは切り離せません。ライフサイクル全体の安全設計と復旧体制です。ここで皆さんにすごく重要な質問をしてみたいと思います。もし異常が起きてロボットがピタッと止まっちゃった時、これ一体誰が直しに行くんでしょうか。メーカーさん、SIR さん、それとも工場の設備担当や保全担当の方ですか。デモ映像での成功率がいくら 100% に近くても実際の運用では必ずエラーが起きます。だからこそ止まった後にどうやって確実に戻すのか、そのリカバリー体制を事前にかっちり決めておくこと。完璧なセールストークよりもこっちの方が圧倒的に重要なんですよ。そして最後の条件、その5。現場データで改善する。ここからはロボットを最初に買う時の価格のお話ではありません。じゃあ本当の ROI、つまり投資対効果ってどうやって測るのっていう話ですよね。注目すべき指標は品質、1シフトあたりの稼働時間、作業者の方の負担がどれくらい減ったか、保全にかかるコスト、そして完了した作業の単価です。単なる生産台数じゃないんです。こうしたリアルな現場のデータをユーザー企業、メーカー、SIER の間でしっかり共有していく。実はこれこそがフィジカル AI を鍛え上げて継続的な改善を回していく最大の武器になるんです。日本の現場が日々蓄積しているこの高品質な実データ。これって間違いなく世界で戦うための圧倒的な強みになりますよね。さて、本日のまとめです。1、適切な工程を選ぶ。2、現場環境を標準化する。3、安全設計を共有する。4、復旧の担当を決める。5、改善のためのデータを取得する。ヒューマノイド競争の本当の勝敗は、ネットを賑わす派手な量産ニュースではなく、この泥臭い実装力にかかっています。さて、皆さんの工場は
もし明日とロボットが届いても迎え入れられる真の準備、果たしてできているでしょうか？ X ゲート、AI、ロボティクス、フィジカル AI、グローバルビジネスのためのスケールエンジンです。